こんにちは、学びオタクです。今回は黒立ち上げ全塗装とスティグマ攻撃の再現で魔女の異名を持つゲルググス外機を制作していきます。改造は一切せず塗装のみでどこまで入るかに挑戦しながら、初心者の方でも取り入れやすいテクニックも解説しています。ぜひ最後までご覧ください。まずランナーの数は8枚。今回のシールは肩に貼るマークのみ。劇中では連邦のガンダムを元に開発された量産型を進めた汎用モビルスーツゲルググ。今回駆動系の摩擦キャンセル技術と言われていたスティグマ精魂攻撃も再現されています。さすが魔女のあだ名は伊達ではありませんね。早速パーツカットに入っていきますと、その前にお気づきの方もいるかもしれません。実は今回使用しているニッパーがゴッドハンドのアルティメットニッパーではありません。というのも作業中にうっかりニッパーを床に落としてしまい、その衝撃で刃が微妙に曲がってしまったんです。修理も考えましたが泣く泣く使用を断念しました。代わりに今回使っているのは同じゴッドハンドのブレード1ニッパーとはいえ、やっぱりアルティメットニッパーのスパッと切れる感触には及ばず、若干ストレスは感じますね。でもここはもう自分の腕でカバーしていきます。工具の差を技術で埋める、それもモデラーの楽しさの一つだと思っています。とりあえずこれ以上取れ高がないのでパーツカットはどんどん飛ばして全塗装する前の仮組みを進めていきますね。私学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃えノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。仮組みをする理由は塗装前にパーツの構成や全体のバランスをしっかりと把握するためです。特に今回のようなジークアクスシリーズ、造形が独特でどのパーツがどこに使われるのか説明書を見てもすぐにはイメージしにくいんですよね。実は私以前 HG ジークアクスを作った時、仮組みをせずに塗装を始めてしまって、ここにこのパーツつくのって場面が何度もあったんです。結果として塗り分けミスが連発してしまいました。いやあれはかなりショックでしたね。そんな経験から言えるのは、塗装派の方はまず仮組みをして全体の構成を確認してから塗り分けの計画を立てるのが本当におすすめです。一手間かけるだけで仕上がりがぐっと安定しますし、何より安心して塗装に集中できます。実際に仮組みした状態がこちらになります。どうでしょう。モールドも多くて情報量がかなりありますよね。胸周りや肩の構造も複雑で、造形だけでも見応えのある非常にかっこいいキットだと思います。今回はこのキット本来の魅力を最大限に生かすために、あえて改造などはせず素組みの状態で仕上げていきます。ちなみに素組みというのは余計な加工を加えずに説明書通りに組み立てた状態のこと。ここに全塗装を施すというスタイルですね。塗装は黒立ち上げという技法を使っていきます。下地に黒を吹いてから色を重ねていくことで陰影がしっかりと出て、ディテールの立体感がより際立つ仕上がりになります。この技法でジークアクスのゲルググらしいシャープさや重厚感を引き出していきたいと思います。まずは塗装の下地作りから始めていきます。今回下地として使用するのはガイアノーツのレボブラック。この塗料は黒立ち上げ塗装のベースとして私がとても信頼している一本です。なぜエボブラックを選ぶのかというと、そのまま黒としての発色も美しく、下地だけでなく完成後の黒いパーツとしても十分使えるクオリティがあるんですよね。さらに塗料の伸びが良くて、エアブラシで拭いた時のノリが非常に滑らか、ムラになりにくく、仕上がりが落ち着いて見えるところも個人的に気に入っているポイントです。黄色や赤、白などさまざまな色のパーツもまずはこのエボブラックで一度全てを黒で統一します。こうすることで後から重ねる色に自然な陰影が生まれ、立体感や深みのある表現がしやすくなるんです。地味に見えるこの下地塗装、実は完成度を左右する縁の下の力持ち。ここを丁寧に仕上げておくとこの後がぐっと楽になります。次にバーニャの内側にはメタルレッドを使用しています。奥まった部分ですが意外と目に留まる箇所なので、メカらしい印象を強めるために赤系のメタリックでアクセントを加えました。そしてここで大切なのが塗膜が厚くなりすぎないように塗料を多く出さず
エアを多めに吹きつけること、これにより乾燥を助けながら少しずつ塗装を重ねていくため、仕上がりが軽やかで透明感のある赤色になります。バーニアの外側にはスターブライトアイアン、この順序で塗ることでマスキングもしっかり効いて金属感と立体感が際立ちます。目のディテールには蛍光ブルーグリーンを使用。あらかじめ筋彫りを深く彫り直し、墨入れののりを良くすることで蛍光塗料の効果をより引き立てています。内部フレームの一部にはスターブライトアイアンを塗装しています。完成形ではわずかにしか見えませんが、メタリックの艶とマットな艶消しパーツのコントラストが美しく際立つと思います。この艶ありと艶消しの対比によって作品に深みやリッチな印象が加わるよう感じます。メタリック仕上げの内部パーツはさりげない見せ場にもなりうるので、完成が本当に楽しみですね。白い装甲にはアルティメットホワイトを吹きつけています。黒立ち上げの上に白を重ねると自然なグラデーションが生まれ、面構成に奥行きが出ます。塗装はまず中心から吹き始めて外側へじわじわと広げるようにするのがコツ。急がずに丁寧に塗膜を重ねることで透明感と滑らかさが生まれます。そして本来赤や黄色で仕上げるパーツにもまずアルティメットホワイトで下地を整えています。赤や黄色は発色が弱いため、このひと手間が色の鮮やかさと隠蔽力を格段に高めてくれるんです。実は直接黒下地の上に赤や黄色を吹きつけると黒が透けてくすみがちになりやすく、これは私も以前よくやっていた失敗なんです。こうした失敗談も含めて誰でも失敗しにくくなる塗装法をお伝えしたいと思っています。黒下地の上に白をしっかり塗装したら、いよいよ隠蔽力の弱い赤の塗装に入っていきます。使用するのはクレオスの赤。今回その赤をエアブラシで丁寧に吹き重ねていきます。ここでポイントなのが、あらかじめ白を下地として塗っておいたこと。このおかげで赤がくすまずにしっかりと発色してくれているんです。さらに黒立ち上げ塗装の効果で面の中心がしっかり赤く染まり、エッジや端にはほんのりと黒が残ってくれる。この自然なグラデーションが表面に奥行きを与えてくれています。正直自分でも思わず「お、これは成功だな」と感じた仕上がりです。次に塗り分けが必要なパーツに入っていきます。ゲルググの腰のパーツ、こちらの白色部分は周囲と色が異なり黄色になります。そのため周囲をしっかりマスキングして塗装していきます。使用するのは市販の円形マスキングシール。こういった曲面の塗り分けにはとても便利なアイテムです。ピンセットを使いながらズレや隙間が出ないように慎重に位置を合わせて貼っていきます。わずかな浮きやズレが後で塗料のにじみや段差につながるので、この工程はとにかく丁寧に。地味な作業に見えるかもしれませんが、このひと手間が仕上がりのクオリティを大きく左右します。イエローの塗装にはガイアカラーのマンダリンイエローを使用しています。黄色も特に発色が難しく、黒下地のままだとどうしても沈んで見えてしまいます。そこで赤と同様下地に白を挟んでおくことでマンダリンイエローの明るさや鮮やかさがしっかり引き立ってくれます。赤や黄色といった隠蔽力の弱い色を塗るときはエッジや端を気にせずエアブラシで全体にふんわりとのせていくのがポイント。黒立ち上げの効果で自然な陰影とコントラストが残るので、むしろ作品に奥行きが出るように感じます。ここでやってしまいました。実は他にも塗り分けが必要な箇所があったんですが見落としてしまっていて後から気づきました。というわけでここはリカバリー塗装をしていきます。対象はバックパックのパーツ全体が赤だと思い込んで塗装していたんですが、よく見たら一部に黒が入っていたんです。さすがにこの小さい面積のためにマスキングしてエアブラシを使うのは効率が悪いと判断し、今回ははみ出しても拭き取れるようにエナメル塗料のフラットブラックを使って筆塗りで対応しました。こうした細かい修正やリカバリーの柔軟さも作品全体の完成度を上げる上では大切ですね。気づいた時にできる範囲で丁寧に直していくのもモデリングの面白さの一つだと思います。さらにバックパックのバーニア部分にも実は赤で塗り分けが必要な箇所がありました。ここも最初は気づかずに進めてしまったんですが、後から確認して塗り分け対応をすることに。すでにこのパーツにはスターブライトアイアンを塗装済みだったため、再度赤を塗装する際は
それ以外の部分に塗料がかからないよう丁寧にマスキングします。まずは一度ガイアのエボブラックを使って赤のベースとなる部分に黒の下地を吹き付け、そこからさらに隠蔽力の弱い赤がしっかり発色するようにアルティメットホワイトを中間下地として重ねていきます。最後に赤をエアブラシで丁寧に重ねて完成。すでに塗ってあるパーツに追加で色をのせるときってどうしても後から塗った感が出ちゃいがちなんですが、今回は他の赤パーツと同じ手順で黒下地、白、赤とちゃんと順を追って塗ってみました。こうすることでこの部分だけが変に浮いたりせずに、パッと見では最初からそうだったように見えると思います。ちょっとした手間ですけど仕上がりの一体感には結構効いてくるんですよね。塗り分け作業の最後、やっぱり一番気持ちいいのはマスキングを剥がす瞬間です。ピタッと綺麗に決まっているとそれだけで達成感がありますよね。よし、うまくいったと思わず声が出てしまいます。今回の腰パーツもズレやにじみもなくしっかり塗り分けができました。この瞬間のために頑張ってると言ってもちょっと言い過ぎじゃないかもしれません。シールはこの1枚だけ肩のパーツに貼り付けていきます。シールをきれいに貼るためにまずは光沢クリアを吹いて表面を滑らかに整えておきます。これで貼り付け後のシルバリングを防ぐ効果も期待できます。準備ができたらピンセットで慎重に位置を合わせていきます。ポイントは右手の動きをなるべく安定させること。映像では右手の指を左手に軽く添えて固定しブレを抑えて貼り付けています。ちょっとしたことですがこういう安定感が仕上がりに差をつけてくれますね。全ての塗装が終わったら仕上げに入ります。最後の工程は艶消しクリアーでのトップコートです。これを吹き付けることで塗装面の艶を整えつつ全体の質感がぐっと引き締まります。また色味が落ち着いて一体感のある仕上がりになるのもポイントです。塗膜の保護にもなるので完成後の取り扱いにも安心感が出ますね。これで全塗装作業は全て完了。いよいよ最終組み立てに入ります。今回は工作を省いた全塗装のみの仕上げですが、それだけでもかなり満足のいく完成度に仕上がったと思います。やっぱり塗装の力って偉大ですね。色をのせるだけでキットの印象がガラッと変わるのを改めて感じました。特に印象的だったのはやはりスティグマ攻撃の再現。今回キット付属のリード線を使ってアニメのワンシーンを再現できるのですが、これが想像以上に躍動感があっていい感じです。ポージングの幅もぐっと広がりますし、撮影用のシーン作りにもすごく映えるアクセントになりました。完成動画を撮るのが楽しみになる、そんな仕上がりです。このキット自体もパーツの合いが非常に良くて素組みでも十分見栄えします。関節の可動もスムーズで HG ながら遊びの幅も広く設計の完成度の高さがうかがえます。ただしパーツのサイズがかなり小さめで細かいモールドも多いので、私のような40代以降の方は目のピント調整が追いつかずちょっと苦戦する場面があるかもしれません。私自身今回は塗装ムラやヤスリのかけ忘れを防ぐために筋彫り銅のモデリングフォーカスをフル活用しました。視認性がぐっと上がるので本当に助けられました。塗装やマスキングって見えてないところは塗れないので、こうした補助アイテムは年齢を重ねるほどにありがたみが増してきますね。ということで完成したゲルググス外機、改造や墨入れはしていませんが黒立ち上げ塗装、蛍光塗装などちょっとした工夫で見応えある仕上がりになりました。自分なりの楽しさの詰まった一体になったと思います。というわけで今回の評価はこちら。特に細かい武装などもなくシルエットは非常に緻密ですが独特の組み方にはなるものの、パーツポロリもバックパック以外はほとんどなく足の可動域も比較的広め、また塗り分けも非常にシンプルで塗装初心者の方にも取り組みやすいキットだと思います。ということで堂々の初心者おすすめ度星5つです。最近は作業中にあれ何か見えづらいぞと感じることが増えてきて老眼対策グッズにちょっと興味を持ち始めていたりします。でもそういう変化も含めて今の自分にできる表現を楽しめるのがプラモデルのいいところだなと今回改めて実感しました。手を動かしている時間はやっぱり心が穏やかになりますね。とはいえ積んでいるプラモデルもまだまだたくさんあるので死ぬまでには
全て完成させてどんどん動画として残していきたいと思っています。そして次回の制作はちょっと変わったキットに挑戦しています。合体がテーマのキットになりますが、どうやって編集しようか頭を悩ませています。また別の角度からプラモの楽しさをお伝えできたらと思っていますので、そちらもどうぞお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。もしよかったら私の他の動画も視聴していただけると嬉しいです。このチャンネルでは今後もプラモデル制作の楽しさやテクニック、そしてちょっとした工夫やリアルな失敗談なども交えながら、皆さんのプラモデルライフに寄り添うような発信をしていきたいと思っています。よければぜひチャンネル登録、高評価、通知オンで次回作もチェックしていただけると嬉しいです。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。